韓国ソウル地下鉄カンファムン駅。着いた着いた。後ろの方にスンシン将軍も見えて、ここ来たらやっぱりカンファムンって感じするよななんて思いながら、今日行くところはウェイティングが多いとも言われてる。こっち唐辛子のレゴを背中に背負い、こっちわさびが今日も行く。駅出て少し歩くと、なんやこれ。よくお土産とかであるような螺鈿細工のような壁。やっぱこの辺外国人多いからこういう風に作ってんやろな。で、なんやこれ。観光案内所。反対側の壁にはソウルの地図をダウンロードできるようになってる。まあ観光案内所言うたらこういうパンフレットもいっぱい置いてるよな。なんやこれ。日本語で書いてあったからちょっと1枚もらってきてんけど、旅行者支援センターみたいなのねや。俺旅行者じゃないけど支援してもらえません？で、反対側にはぼったくり被害保証制度。そんなんまであんの？まあ最近そんな多くないけどね。やってるとこあったら外国人に限らず全員やってるからな。てか観光客って書かれてるから俺保証対象に入る？一つ勉強になったところでまたなんかある。これどういうこと？ 58 年伝統靴修理光沢。58年でこの数字絶対毎年書いてあるやん。まあ俺も革靴履いてるしな。ちょっと汚れてるけど確かに光沢が足らん気がする。58年か。ちょっとやってもらいたいけど今日時間ないから、次回半世紀を超えた力見させていただきます。少し進むと目の前にそびえたる大きなビル、朝鮮日報。視聴者さんの中にはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私この間朝鮮日報に登場いたしました。反響もよくそこから登録してくださった方もいるはず。小松だ。近況をお話ししたところでまたなんかある。これは何ですか？辺り一面に韓国の都市の名前と距離が書かれてる。ここは道路原標、韓国中の道路の起点となる場所だから、例えばソウルから何キロとされる場合はここが基準となるらしい。めちゃくちゃ重要な場所や。これ韓国の都市だけじゃなくて海外の都市の名前も書いてるから、生まれ故郷の大阪あるかな。よし探してみたろ。方角的にどっちなんか全くわからん。とりあえず韓国の都市の方向から考えてみようか。グンサン、スンチョン。ちょっと近づいてきてる。もうちょっと東。東京だ。ちょっと行き過ぎてるって。もうちょっと西。バンコク、ハノイ、首都じゃないニューヨークまであるやんか。大阪ご飯やっぱり大阪なかった。とりあえずご飯や。ブレイキングニュースを。この辺新聞社多いからブレイキングニュースとなんかかけてる。いやー、それやったら言葉のセンス面白いやん。これ地図見てこっちやから来てんけど、あれこれ登っていったら朝鮮日報やで。俺また取材してもらわなあかんわ。後ろいつの間にか通り過ぎてる。来た時道なかったはずやねんけど。地図の指してる方向はここに入れって。ここ駐車場やで。ほら有料駐車場って書いてるし、とりあえず行ってみたらあんのかな。着いた。早く여기 완전 주차장이잖아. 今日のお店はミシュランマンが並んでる。っていうか外観完全にビルやねんけど、こんな中に食堂があったなんて。外回りから戻ってきた営業マンのように入店です。こちらのメニュー、メインはやっぱり手軸パン。あとは平壌冷麺やったりスユ、スンデなんかも置いてある。何人かで食べれるチム料理なんかもあんのか。さあそろそろ頼んでいこうかな。チョギ。このお店オープン前からウェイティングがあったから一気に注文が始まった。 여기 주문이요. よし次は俺の番。 국밥 하나랑 비순대 하나랑 오이무침 하나랑 그리고 진로 하나 주세요. 국밥 하나, 피순대 하나, 예. 오이무침, 오이무침, 진로. 네. 네. 注文完了。無意識のうちに舌も出る。そんな間に用意していただいた基本のおかずは角的イカの塩辛、ネギキムチ、サムジャン、唐辛子とニンニク、スンデにつけるお塩。ほんできた、ゴールドガマちゃん登場のお知らせです。ぐる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 。ミシュランマンの腕に負けんぐらいのローリング。今日も完璧。透明な瓶から滴り落ちるこのガマちゃん。グラスを持ち上げにんまり。まずは本日1杯目。夏の夕、ふるさと探す。カンファム。ありがとうございます。
俺の舌は宇宙を向いてる。やっぱり一杯入れたらなんか口に入れたい。この袋の中には俺が持つべき武器が入ってる。武器は使い方が大切。もうギャグ持ってるし、封筒の中にある裏金を確かめるかのように中身を確認。そしてそんな中からシャキーン。やっぱり一口目はこれやろ。飼育教育を受けた俺はブロックがあると重ねてしまう。あれ、俺はどうしても2つ取りたいんや。掴んで落ちる前にすぐパク。ビビった。この酸味がガマちゃんを飲んだことをなかったことにしてくれる。一口目から左右の奥歯がフル活動。これやこれ。もうちょっと時間かかるやろな。なかったことになったからもう一杯いけるはず。オープンランをした俺へのご褒美。そんな時あいつがやってきた。クッパなので眩しいご飯もついてくる。にしてもすごい透明なスープ。よし行くで。まずはやっぱりスープに使ってるお肉から。お肉も真っ白ツヤツヤしてる。丁寧に引き上げる。引き上げた途端かすかに香る豚肉の香り。食欲をそそるやないかい。一口。武器を持ち透明なスープに突撃したら、なんとも簡単に武器を捨て透明さと一体化してしまう。薄く大きめに切られたお肉は黒豚の赤身の部分だけを使ってるからか、嫌な脂気もなく薄いのにもちもちしてる。あかん、もう我慢できひん。一口目からスープを唇から直接味わう。程よい温かさと豚肉から出る臭みもなく、何の味付けも一切せんでもこれだけで十分。ちゃんと計算されたスープの味。透明なスープは俺の心までもクリアにしていく。止まることもなくさらにもう一枚引き上げ。柔らかいのにしっかりと感じるこの食感。そうなったらすぐ手が伸びてしまう。角的の酸味とのハーモニーを感じた途端、すぐスープでループ。インフンでもうだな。なんねんそんな。美味しさの前では素性が動くのみ。ようやくここで一息。クリアなスープにクリアな焼酎。俺の体がスケルトンになる日は近い。この刺激的な感じがない柔らかいスープは上で泳いでるネギのように俺の体もプカプカさせる。そんな時次の料理もやってきた。俺の大好きなスンデ。ここでもチーク教育を受けた俺はダブルピスンデ。そしてそのままピスンデを一口。もちろん臭みもなく柔らかいんやけど、うわーこれもうまいやん。以前チョンジュでピスンデ食べたことあるけど全く違う。なんというか軽い、食べやすい。すぐさま手が伸びるネギキムチ。ネギのシャキシャキ感を口に入れ、すぐさま舞い戻るピスンデ2つ掴み。さっきはそのまま食べたけど次はお塩を少々。気をつけながら持ち上げると、そうここはイタリアピサのシャトー。それも大きく一口。粘り気のある食感に癖が少ない軽さ。カンファムンのピサのシャトーに鐘が鳴り響く。間々に休憩入れんとずっと食べてまう。唐辛子と生ニンニクをサムジャンにつける。ここで少しピリッとしたものを入れて正常に戻す作業。一連の流れの最後はやはりこいつで決まり。ガマちゃん、料理の味とともに手足を広げろ。一杯飲んで目に入る。あれ、なんか書いてある。これ何？手軸っぱ、小、子供用。俺そんなん書いてある店初めて見た。一見少なく見えんねんけど食べてたら結構量あるからなと思ってたら次の料理も来た。まずは一番目につく上に乗っかる明太子。メニューには庭園と書かれてる。なかなか韓国でこういうメニュー見たことないのよ。明太子の中身をしっかり取り出してやらなあかん。このままやったら一本ポンと食べてまうからな。よし、これをきゅうりの上に乗せる。きゅうりが一気に鮮やかに変身。基本的にはとてもシンプルなおつまみ。パークリ。塩分控えめの明太子やからかこちらも食べやすい。もう少ししょっぱいかなと思ったけどそんなこと少しもない。
だから続けて口へ運んでしまう。パクリ。もともとキュウリ好きやし、特に夏場のキュウリは気分まで清々しくさせてくれる。このポリポリとした歯ごたえとちょうどええ感じの塩加減が俺を完全にガマちゃんの元へ導こうとしている。ビートルズ並みのアイムアルーザー。ガマに負けた負け犬は舌の上に残る明太子のつぶつぶを一気に焼酎で流し込む。この上にかかってるヤンニョムだけを使う。一口口に入れると優しくごま油の香りがほわっと広がる。明太子があるからここも刺激的やないんやろな。ガマちゃんの鳴き声が遠くから聞こえる。さてここからは本格的な食事に切り替える。なんといってもクッパやからな。スープに使った肉の次はすぐさま白ご飯。豚は白い芝生の上で走り回る。ご飯を入れたらスープで流し込み、足はそのまま角敵を求める。このクッパの美しい一連の流れに俺は巻き込まれていく。先ほどのリプレイ画像を流してんのかと思われるぐらい 100% 同じ流れ。やっぱりクッパは具を食べ、ご飯を入れ、その上スープで流し込み角敵で締める。これが一番うまい。完全に落ち着いてしまった。落ち着いたついでにガマちゃん一杯。温かいスープに冷たいこいつ最高。グラスもギュッ。結構見た目より2個入ってんのよ。お肉を持ち上げ口に入れようとした時目に入る。塩で味付けを適度にしております。知ってる。味を見てセウジョを少し入れてください。なるほど、セウジョがあるのか。タデギは入れないのをおすすめいたします。もし入れるのであれば半分ぐらい食べた後入れてください。確かにこれにタデギはいらん気がする。じゃあこれ、確かにこの辺で味変でもしようかなと思ってたからセウジョを入れてみるか。でもこれも正直そんなに入れんでもいい気がする。上からエビを放流。ギリ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 。こんな感じでええかな。じゃあまず味変したスープを慎重にすくっていく。一口ごくり。ああ、もともと透明感のあるスープの中にさっぱりさがスッと入ってくる。これはこれでええやん。デジクッパップはプサンに行った時によう食べてたけど、鉄壁で熱々で透明ではなく白いスープの中にタデギが入って食べる。一般的なデジクッパってそうやねんけど、このお店のように器の下が見えるほど透明なスープは初めてかもしらん。もちろん俺は赤いデジクッパも好きやけど、ここの料理は全て上品さを感じる。さてここからはクッパップの仕上げ作業。ご飯を上からスープに浸してあげる。本当は俺はご飯をドバッと入れる方やねんけど、今日はこのスタイル。効能抜群の温泉から出てきたご飯をパクリ。繊細な料理にはこの食べ方が合う気がする。いくら上品なクッパップでもこの角敵は永遠の友達。マイムータイガー。いや俺はまだ食べてない。スープをごくり。再びピスンデがピサの斜塔に大変身。お塩を少しつけ、クッパップの間の箸休め。あら、もう角敵あれへんわ。まだクッパップちょっと残ってるからこれないと困んねんな。チロリ。来た。すぐさま一つ。今日なんだかんだで食べるもん多かったから全く手をつけてなかったイカの塩辛。一口食べて思いつく。まずはご飯をスプーンの上に。ご飯をスープに浸し、一つの作業でお肉もゲットだぜ。そして手はイカの塩辛。それを上からトッピング。ちょっとプラーンってなったけど、ピサの斜塔の次はコロッセオのようにこの中で戦いが繰り広げられる。いや、戦いではなかった。ラブ&ピース。今日結構気になったから頼んでみたこのオイムチン。明太子がブラーンとなってるけど、下から迎える悪魔の口に入っていく。こういうおつまみ家で一人で酒飲む時に作れたら最高やな。簡単に作れそうやけど、この店のようになかなかこの味は出されへんやろな。ガマちゃんに見つめられながらおつまみをせっせと口に運ぶ。そう、この店俺のように一人でせっせと食べてる人結構多い。一人で食べるスペース完全に完備されてるからね。カウンター席みたいなのがあんねんけど、お客さんがいっぱいでお店できひんのが残念。あともう一つ、ここのお店若い女性が多いのよ。シュッシュシュッキュッ。そんなん言うてたら前からもお客さんがやってくる。レトロ感のある内装とこの料理のギャップがまたええんやろな。さてそろそろ俺もここのクッパ、ついにクライマックスを迎える準備をしていく。ご飯をしっかりスープに絡ませてあげ、お肉と一緒にオンザスプーン、ヒギスライド。角敵を一つつかみ、愛らしくちょこんと座らせてあげる。これがラストにふさわしいカンファムンクッパ。残ったキュウリもヤンニョムにしっかりとつけ、きれいに平らげる。そうそう、このピスンデにも残ったヤンニョムをしっかりつけてあげ、明太子もしっかりかき集め、スンデの上に乗せてあげる。明太子を久々に食べれてかなり良かった。
だからもう吸い込んでやる。完食。このピスンでも値段はかなりええ値段はすんねんけど、あの独特の癖があるのが苦手だったり、初めて食べる人なんかはここから試してみてもええんちゃうかなと思えるスンデやった。こういう一つ一つのおかずも味も見た目もさっぱりしてて、なんだかんだで全部食べてもうた。さてそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきたな。こんな小ざっぱりとした雰囲気とクッパッと焼酎、なかなか粋な組み合わせだから、こいつも最後の一滴まで。気づいたらなんだかんだで満席になってるこのお店。オープンランをした俺はここで本日最後の一杯。この時のためにと残しておいたお肉とスープ。出てきた時も透明なスープで器の底が見えてたけど、ここで完全に底が見える。カンファムン駅にあるミシュラン掲載のクッパッピ屋さん。てかほんまに中人多かった。透明で淡白ですすっと入るスープの中に黒豚の赤身だけを使ったこの手地クッパ。刺激的ではないこの優しい味に俺は大満足や。俺も人に優しくできるで。犬注意。これどういうことなの？中にワンちゃんおんのかな？ああ、もう心臓止まるかと思ったで。もう優しくしてや俺にも。一気に酒が抜けてもうた。あかん、またこれは飲み直さなあかんやろな、なんて思いながら今日の食物語はこれでおしまい。チャイモゴスムニだ。